ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はネモフィラの花を描いていこうと思います。花や葉、つぼみの描き方を説明しています。いろいろな向きの花、葉っぱの描き方についても説明していますので、最後までゆっくりお楽しみください。上から見たネモフィラの花です。花びらは5枚なので円をだいたい5等分しておきます。中心から外側に向かって花びらを描いていきますが、形は先端が少しへこんだハート型のような形にしました。また花びら同士は重なっているので、次の花びらは前の花びらに少し重なっているように描いています。花びらの半分ぐらいが綺麗な青色です。おしべは5本、先端は少し細長い楕円形で表してみました。中央にめしべです。斜め上から見た花は楕円形を基本に考えます。花びらの集まっている点は中心よりやや下に持っていきます。そこから楕円形をだいたい5等分にします。その線を目安に花びらを描いていきましょう。先ほどと同じように少し花びら同士を重ねています。おしべの位置も楕円形になるように描きました。もう少し横から見た花は楕円形の厚さを薄くします。花びらの集まる点を楕円形の下に取って描いていきましょう。その点から伸びるように花びらを描くと形が取りやすいと思います。手前の花びらもその点から出ているように描いています。花粉の位置も細長い楕円形になるように描いていきました。横から見た花は楕円形の下半分を使って描いていきます。円周の一番下の位置から上の直線に向かって花びらを描いていきましょう。奥に見える花びらも描いておきました。額を描いて出来上がりです。つぼみは涙の形に花びらが巻いているように描いてみました。葉は中心となる線と両側に枝分かれした線をまず描きます。その線を囲うように葉の形を描いていくと描きやすいと思います。では実際に描いていきましょう。花びらにはオーシャンリーフブルーとチタニウムホワイトを使いました。2色を混ぜ好みの水色を作っていきます。白と水色のダブルローディングで花びらを描いていきましょう。筆は平筆の14番を使っています。パレットの上の水滴で水分調節をしています。下絵の線を頼りに筆を少し揺らしながらハート型を描きます。少し重なるように次の花びらを描いていきましょう。5枚目の花びらが最初の花びらの下になるように最初の花びらにもう一度ストロークを入れました。斜め上から見た花は花びらの大きさに注意しながら描いていきましょう。手前の花びらが少し平べったくなるように描いています。さらに横の方から見た花です。手前の花びらはとても薄いので平筆のサイズを10番に変えました。横向きの花は奥に少し見える花びらから描いていきました。手前の花びらは上に開いているように、そして花びらが重なっているように描いています。実際に描いている時は描きやすい方向にスケッチブックを回しました。おしべはライナー筆を使い紫と白をミックスした色で描いていきました。中心に引っ張るようにしておしべの先端を描いています。楕円形の花にはおしべが楕円形に並ぶように描いています。この花は後ろに3つ、手前に2つ並ぶようにおしべを描きました。
おしべの先端から中央に向かうラインはとても薄い水色です。今回使う緑は4色を混ぜています。ブラウンアイロンオキサイドとサップグリーンを混ぜると深緑になります。それに黄色を混ぜて明るい緑色を作ります。その色に白を混ぜ白っぽい緑も作っておきました。明るい緑を中心に他の緑も使って萼や茎、葉を描いていこうと思います。萼は丸筆のストロークで描きました。葉は1箇所から2枚出ている体勢です。丸筆で2回か3回コンマストロークをして形を作っていきました。つぼみは平筆でカーブの緩い S の字を書くようにして書いていきました。ネモフィラはギリシャ語で小さな森を意味するネモスと愛するを意味するフィレオが語源だそうです。これはネモフィラの原種が森の周辺にある明るい日だまりに生えることにちなんでいるそうですが、とても素敵な名前だと思いました。萼はつぼみの形に沿わせるように描きましょう。全体のバランスを見て花や葉を描き加えていきます。ネモフィラの花の絵の完成です。このままでも良かったのですが、さらに絵に変化をつけたくなりました。パープルのサイドローリングをいくつかの花に入れ、花びらの青を紫っぽい青にしようと思います。オーシャンリーフブルーとパープルをミックスした色でもサイドローリングをしてみました。つぼみの一つにも紫のサイドローディングを入れてみました。花びら全部ではなく3枚の花びらに紫のサイドローディングを入れた花もあります。葉の色にも変化を持たせようと思い、ダークフリッジグリーンで何枚かの葉にサイドローディングを入れてみました。少し花びらの色に変化をつけたネモフィラの絵の完成です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。